今日はごまめを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、おせち料理にも欠かせないごまめを作っていきたいと思います。今回は蜂蜜を使ったとても味わい深いごまめレシピをご紹介していきます。ちなみにですね、このごまめに関しましては、豊作を願ったり、あとは健康を願う縁起物としておせち料理で食べられているものになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。田作り、くるみ、蜂蜜、お醤油、みりん、お酒、白ごま、こちらの材料を使って作っていきます。まず田作りなんですが、こちらパッとに煮干しにも見えるんですけれども、ちょっとね普通の煮干しとは違うんですよ。煮干しとね非常に似てるものなんですが、こちら上の小魚が田作りで下が煮干しになります。この2種類で何が違うかというと、お魚自体がね違う場合もあるんですが、田作りに関しましてはカタクチイワシまたはイワシを使って作られたものになります。煮干しに関しましてはカタクチイワシだったりいろんな種類が使われてたりするんですけれども、そもそも何が違うかと言いますと、この田作りというものは生の状態で干したものになります。この煮干しはですね、名前の通り一度煮てから干したものになります。煮干しを使ってもね似たようには作れるんですが、煮干しはね加熱してるとちょっとね形が崩れやすかったりします。さらにこの田作りに関しましては、その年の豊作を願うというね意味合いも込められてます。諸説いろいろあるんですけれども、その他はね一家の健康を願うだったり、あとは子孫繁栄だったりね、そんな意味合いが込められたものになります。こちら多分ね年末近くなると売ってくると思うので、ぜひねスーパーをチェックしてみてください。そして今回はくるみも一緒に入れて作っていきたいと思います。お好みでミックスナッツを入れていただいてもいいですし、プラスアーモンドだけ入れていただいても美味しいと思います。今回はくるみだけなんですが、こちらはお好みで作ってみてください。そして味付けのポイントです。通常お砂糖を使うんですが、今回は蜂蜜を使って作っていきます。蜂蜜のコクが加わることでとてもね味わい深い仕上がりになります。ただですね、もし蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してください。その場合は大さじ 1.5 から大さじ2ぐらいを目安に入れていただくといいかなと思います。そしてお酒に関しましては、こちらは料理酒ではなくて通常のね清酒、塩分の入っていないお酒を使用していきます。もしねナッツ類が食べれない場合はこちらは抜いて作っていただいても OK です。その場合は調味料を半量にしていただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね早速作っていきます。まずですね、くるみですね、こちら食べやすい大きさに刻みます。手でこのようにねパキッと割っていただいても OK です。ざっとで OK です。大きいものだけね刻んでください。くるみはねこのようにある程度ね食べやすい大きさに砕いてください。では続いてくるみと田作りをいっていきます。フライパンでいる時は直接入れていただいてもいいんですが、直接入れるとね結構焦げやすいので、それを防止するために今回はこちらお魚を焼く時に使うくっつかないタイプのアルミホイルをここに敷いて作っていきます。このように1枚かましていただくと熱がゆっくり入るので非常にね焦げにくくなります。焦げちゃうとねちょっと苦味も出るので、もしねこういったくっつかないタイプのアルミホイルをお持ちの場合はこちらを敷いてやってみてください。ちょっとねフライパンからはみ出ないように調整します。よいしょ。そしたらまずここに砕いたくるみを入れてください。はい、そして広げます。広げたら火にかけましょう。火加減弱めの中火から中火ぐらいです。このように時折ねフライパンを揺すりながらいっていきましょう。たまにねこのように上下裏返してください。このままですね香ばしい香りが出てくるまでいってください。火加減はねその都度調整しましょう。はい、OK です。だいたい 2,3 分ぐらいですねいってみてください。このようにちょっとね気持ち焼き色がついたかなっていうぐらいで OK だと思います。くるみのね香ばしい香りがしてきたら火を止めてください。そしたらねざるとボウルを用意してください。いるとねこのようにくるみの皮のカスが出てくるのでざるに開けて、そしてねこのカスを取り除いてください。そうするとね変な苦味もなくなって美味しく仕上がります。このようにね出たカスを取り除いてください。
では続いて田作りをいっていきます。この田作りはですね、一度いることで生臭さを取ることができます。かつですね、田作り自体もパリッとした食感に仕上がります。ではね、こちらも同様にくっつかないタイプのアルミホイルを敷いて、そして広げましょう。こんな感じ。これで火にかけます。火加減は弱めの中火から中火ぐらいです。こちらもですね、香ばしい香りが出てくるまでいってください。時折ね、このように揺すりながらいりましょう。あとはね、お箸で時折ひっくり返しながらね、いってください。ちなみに田作りなんですが、こちらこんな感じで漢字で書いてある時もあります。あとはね、小さくごまめと書いてある場合もありますので、ぜひチェックしてみてください。煮干しと比べるとね、全然色味も違ってきます。はい、 OK です。火を止めます。このようにね、香ばしい香りがしてきて、表面がうっすら茶色く色づくぐらいですね。かつね、全体がね、このようにサクサクでパリッとする感じになれば OK です。あんまりやりすぎるとね、焦げてしまいますので注意してください。上がいったものになります。そしてこちらがいる前のものになります。こんな感じでね、軽く色づくぐらいですね。このぐらいで OK です。そしたらですね、こちらも同様にザルとボウルを用意して、ここに出します。はい、そしてカスをね、取り除いてください。はい、こんな感じです。こちらもね、同様にこんな感じでカスが出てくるので、こちらをね、できれば取り除いてください。ではね、最後仕上げていきます。フライパンを用意してください。この中にお醤油、みりん、お酒、そして蜂蜜を加えます。蜂蜜もね、いろんな種類があると思うんですが、味にね、癖のないものがおすすめです。加えたら火にかけましょう。火加減は中火です。このように混ぜながら加熱してください。一度このまま沸騰させていきます。はい、くつくつ沸騰してきました。火加減はこのままで OK です。全体がね、もう少しふつふつするまで加熱していきます。時折混ぜながらね、加熱してください。はい、でこのようにね、全体が白っぽくくつくつ煮立ってきたら一旦火を止めてください。そしてここにくるみと、あとは田作り、そして白ごまを加えます。これをですね、一度火にかけない状態で全体によくあえてください。火にかけた状態でやってしまうとお醤油が焦げてしまったりするので、まず火にかける前にこのようによく混ぜてください。これね、あんまり加熱しすぎてしまうとお醤油がね、焦げてちょっと苦味が出てしまいますので、加熱のしすぎにはね、注意してください。全体にこのようによく絡まったら火にかけます。火加減中火です。今ね、結構ね、このタレがね、さらっとしてるんですが、これに少しとろみがついて全体にまとわりつくぐらいになるまで加熱していきます。ただね、様子を見ながらね、焦がさないようにだけ注意してください。はい、だいたい30秒から40秒、50秒ぐらいですかね、加熱していただいて、このように先ほどシャバシャバだったタレがね、とろみがついてなくなるぐらいですね。このぐらいになれば OK です。そしたら火を止めてください。これで完成です。あとはね、こちらを冷ましていきたいと思います。そしたらですね、クッキングシートを用意してください。この上に取り出します。そしてお箸で少し広げましょう。このように広げて、このまま粗熱を取って冷ましてください。はい、表面が乾きました。このように手で触ってもね、手につかないぐらいになれば OK です。ごまめはこれで完成です。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでごまめの完成です。こんな感じに仕上がりました。田作りもパリパリでしっかりタレが絡んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。蜂蜜のコクが効いててすごく美味しいです。そしてこのごまめとね、くるみがすごく香ばしい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のごまめのポイントです。まずですね、今回ごまめ以外にくるみを加えました。こちらはですね、お好みでアーモンドなどを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。ただですね、ナッツ類が食べれない場合はこちらは抜いて作っていただいて OK です。その場合はナッツ分をごまめにするか、もしくはですね、調味料を半量にして作っていただくといいかなと思います。そしてくるみとごまめなんですが、こちらの2つはフライパンでいってから使うようにしてください。そしてこのフライ
イパンでいる時はですね、直接フライパンに入れて加熱すると焦げやすいので、くっつかないタイプのアルミホイルを敷いていただくと焦げにくくなります。もしお持ちの方はね、くっつかないタイプのアルミホイルを敷いていってみてください。ない場合は直接いっていただいても大丈夫なんですが、焦がさないようにだけ注意していただけたらと思います。そして今回ですね、味付けに砂糖ではなくて蜂蜜を使用してます。蜂蜜はですね、蜂蜜独特のコクが加わってとても味わい深いごまめに仕上がります。ぜひ蜂蜜で作ってみてください。ただ蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してください。そしてタレを作る時なんですけれども、まず調味料を全て入れて一度沸騰させてください。沸騰したらそのまま加熱してふつふつして白っぽい泡が立つぐらいでとろみがつくまで加熱してください。そしたら一旦火を止めて、そしてくるみとごまめとあとは白ごまを加えて火をかける前に一度きちんとタレを絡めてください。そして全体にきちんとタレが絡まったらもう一度火にかけてだいたい1分弱ぐらい加熱していただけたらと思います。冷ます時なんですけれども、そのまま冷ましてるとね、まとまって固まってしまいますので、クッキングシートの上などに広げて冷ますようにしてください。とてもね、縁起のいいものですので、ぜひね、お正月に向けて作って召し上がっていただけたらと思います。はい、ということで今日はごまめを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。